こんにちは。こんにちは。はい、アロハシャツ研究室です。はい、始まりました。本日もよろしくお願いします。お願いします。中野教授です。よろしくお願いします。もう、すっかり私もアロハシャツになって、そうですね。もう今シーズンも2着目です。これ早いですね。もうやっぱ欲しいのが次々から次へと出てくるんで、ついつい欲しくなりますよね。はい。はい。さて、はい、今日はどんな話を聞かれるんでしょうか。今回はですね、えサンサーフもいろいろな種類のハワイアンシャツ、はい、レプリカしてるんですけども、ちょっとですね、ディテールにこだわったアイテムたちも多いので、はい、そこをご紹介できればなと思います。アロハシャツのディテールとはいいうことですね。はい、はい。もちろん柄もアロハシャツは柄もすごいそうですね。ね、選ぶポイントになってますけど、第一としてやっぱり柄でこう惹かれていって、っていうのはあるとは思うんですけども、その柄以外の部分ですね。合わせて。そうです。もうご紹介できればなと思います。はい、お願いします。じゃあ一柄目いきます。はい。まず一柄目。はい。この虎の柄ですね。柄ですね。虎柄、笹虎。迫力のある。そうですね。こちらもですね、もうヴィンテージではすごく有名な柄なんですけども、リクエストもすごくたくさんいただいてまして、ちょっと今年復刻をさせていただいたんですけども。これは何年代ぐらいにあった？これ50年代ですね。50年代のモチーフ。で、もうブランドがちょっとですね、あれって思うようなアートボーグというブランドなんですけど、アートボーグといえばというバックパネル。あ、そうですよね。背中にダーンと入ってるのがアートボーグと裏があるとか、いろんなのがこう背中にドンと入っていて、代表的なブランドといえばアートボーグなんですけども、こういったちょっとこうオリエンタルな感じのデザインもその当時アートボーグも出してまして、これは生地はこれはですね、レイヨンのちりめんですね。はい。で、この日本でプリントをされたちりめんの生地で、日本でおそらくこれが縫製されてシャツとして組み立てられて、アメリカに輸出をされたであろうという背景を持つシャツになります。アートボーグっていうのはアメリカ本土の、アメリカの西海岸のブランドなんですね。その特徴的なところですね。日本で作られてたんだなっていうのがわかるんですか？すごくわかりやすい。まずですね、この襟のハンドステッチ、襟の部分ですね、ハンドステッチがこう入っていて、かなりすごくアクセントになっている部分なんですけども、あとですね、この襟、袖の部分ですね、襟とまた同じようにこの袖の部分がですね、ちょっと特徴的で、この折り返しなんですね。折り返してね。いや、最初にここにこうあって、これなんかサンプルかなんかだから触れちゃいけない部分だろうなと思って。そうですよね。あまり見かけない仕様ではありますからね。そういったところ、細かいところですね。大量生産型ではない部分、こういったところがすごくこう日本でのこうハンドステッチの部分であったりとか、ならではの一手間多い感じですね。サンサーフのシャツって僕いろいろ着てましたけど、この袖が折り返してるのとか、襟のステッチってあんまり記憶にないんですけど、こういうことってやるんでしたっけ？こちらはですね、スペシャルエディションのちょっと特別なバージョンになってまして、サンサーフの通常のラインですと、こう柄を忠実にこう復刻していくと。そうですよね。当時のもの、同じプリント技法を使って当時と同じ生地を作ってる。でスペシャルエディションっていうのはですね、もう一つちょっと踏み込んでヴィンテージのオリジナルと同じように作り込む、そういったラインになってます。それがこういうディテールワークの違いとして出てくるわけです。なので例えばこのアートボーグの作品、こちら50年代の作品になりますので、こういったちょっとその当時の襟の流行っていうんですかね、ちょっとこうショートポイントの短めの襟が流行った時代があるんですけども、そういった部分ですね、ディテールを忠実に再現をしている。これちょっと分かりにくいところですけど、縫製とかもこういうの全部そうですね。オリジナルのアイテムの縫製仕様、そういったところにまんま合わせてますので、
じゃあスペシャルエディションと呼ばれてるやつは、全部違うと。それぞれモデルごとに。はい。形もですね、オリジナルの形にできるだけ忠実に再現していくっていうところも通常のサンサーフのラインとは違うところですね。そういうことですか。はい。はあ、いやこれはちょっとびっくりしました。これはちょっといえいえ、実際のところ細かくこう見ていって、あ、そうなんだっていうところをこう気づいていただければ。それスペシャルエディション着るの楽しいですね。そうですね。柄がいいっていうのはもちろんですけど、これ普通のと違うぞとか。そうですね。折り返し一つでもこう自分で見て、あ、こういうところ違ってるっていうのが見えるだけでも、よりこうそのシャツが好きになっていくのかなと思います。はい。面白いです。はい。じゃあ次行ってみます。はい。続いて2枚目がこちらになります。今日着てるやつですね。今日自分が今半袖を着てるんですけれども、こちら長袖のバージョンですね。両方あるんですか？両方あります。製品として。はい。ほほほほ。でこちらもですね、先ほどご紹介したブランド、アートボーグ。うんうん、そうですね。はい。同じブランドなんですけども、ネームが違いますね。デザイン違いますよね。単色で、さっきのは2色ぐらいでしたもんね。はい。同じアートボーグでも、同じ50年代にその当時作られていたんですけど、いろいろこうアイテムによってネームが違ったりとかするんですよ。はい。こちらもちょっとディテールがですね、また同じアートボーグなんですけども、柄の雰囲気も違うんですけれども、まずこの生地ですね。生地。実際生地の種類としては、今真島さん着てらっしゃるこの紺色のシャツ、同じフィラメントレイヨンです。同じフィラメントレイヨンに感じはしないですよ。厚さが違うんです。厚さが違う。こちらはちょっと厚めのフィラメントレイヨンが使われていましたので、これ用に生地を作りまして。生地ってすごい量作るんですよね。そうです。この一着のためだけにあえて他のを使わずにやっちゃったんですか？そうですね。以前からこのスペシャルエディションに関しましては、同じそれ用の生地を作り込むということから始めていますので、なのでちょっと厚めのフィラメントレイヨン使って、なのでちょっと何ていうんですか、このドレープ感っていうんですか、こうずっしりこう重い感じっていうのも着ていただければもうすぐ分かりますので、そのあたりはやっぱりこのスペシャルのこのエディションのですね、このドラゴンのシャツを買ってですね着ていただくと、よりこう感じていただける部分かなと。襟とかももうさっきの虎のやつと比べて全然違う形でちょっとシャープな。そうですね。かなりのロングポイントですね。で柄の部分にまでかかるぐらいの。確かに。で背中のですね、こちらはバックパネルっぽくですね、このパネルでプリントをされた生地を使っていますので、これちょっと見て分かるようにですね、生地に対してこの一つの柄をドーンとパネルでプリントしてるわけですね。で前見ていただくと、柄がつながってます。そうか。これ一パネルで作れないんですよね。縫製してからプリントしてるわけじゃないんですもんね。この裏側にはこう見て分かるように柄がありますので、こうですね。なのでこっちで1パネルでこっちで1パネル、なので3パネル分使ってると。でパネルとパネルの間はですね、ある程度こう隙間がないと、こういったところとか取れないので、なので使う生地の量としてはものすごく長い量がいるんです。これね、イメージできてる方は、いらっしゃるかとは思うんですけども、要は1枚の生地、使えるところが非常に限られちゃうということですよね。どこでもこの柄が出せるわけではないので、確実にここだけでしか取れないっていう場所が決まってますので、そこでしか取れないっていうのと、あとこの襟の部分と、あと袖の部分、半袖もそうなんですけども、何もないとこですね。無地の部分っていうのは、そのパネルをこうプリントをしていく生地を、そこの余った部分では取れないんですよ。取れないんですか？そこで。隙間でここで袖作れるだろうってわけにはいかないんだ。そういうわけにはいかないんです。いかないですか？いかないですね。なのでこの袖とか襟とか無地の部分のために別で生地を染めます。
なので、無地の部分は無地の部分の生地がいります。パネルの部分はこれはこれで生地がまた別でいります。3枚のパネル分を生地を作って同じ色で染めた無地の生地もまた必要ということで、そういったところも背景もですね、ちょっと頭に入れながら着ていただくと楽しいかなと。すごいですね。はい。贅を尽くしたシャツですね。贅沢なシャツになります。ぜひ着てみてください。はい。お願いします。続いての柄なんですけども、今ここ着てるレイヨンのちょっと厚手のレイヨンの生地。はい。でフィラメントですね。でこちらちょっとこれよりもちょっと薄いフィラメントの同じフィラメントだけども薄手という。はいはいはい。でこちらに関しましては、このチャーリーちゃんというですね、この折りネームですね。以前にもこのチャーリーちゃんのブランドの実名復刻っていうのはやったことがあるんですけど、よく聞きますね。チャーリーちゃん。1930年代後半、もう本当にまだまだこうアロハシャツがブームとしてもう大きなこうムーブメントしてなる前からアロハシャツをやっていたブランドなんですけども、スペシャルエディションのディテールにもすごくこだわってるんですけど、そのシャツによって絶対にこう復刻しなければいけない、歴史を語る上では復刻をしておかなければいけないシャツっていうのがいくつもあって、その中の一つ、すごくこう古い時代に作られたシャツなんですけど、こうクレストとハワイの王朝のマークですね、クレストとハワイアンクレストとあとタパですね、ポリネシアンのこういろんなものにこう敷物からですね、いろんなものに使われたデザイン、タパのデザインがあるんですけども、ベースですね。そういったものがあって、でこのちょっと分かりづらいんですけど、この斜めに入ったボーダーの状のここのところにハワイ王朝の王様の名前が入ってる、カメハメハとか文字になってる。あ、これ皆さんわかります。これなんかただの柄じゃないですよ。そうなんですよね。見えた。見えました。これ眺めてると出てきます。そうですね。パッと見わからないんですけど、言われるまで全く気づきません。リリオカラリンとかカメハメハとか知らなかった。そうなんですよ。で、このカメハメハ王朝の本当のその時代を知っていた方たちがまだ生きてる時代なんですよ。これが作られた時代って。そうか。だからその人たちに対してのリスペクトを込めたシャツなんですね。すごく意義があるんですよ。強い意義があるんですね。すごく歴史的なこうその当時の重みを背負ったシャツというところで、こう復刻をしなければいけない一つのシャツ。そういったところもスペシャルエディションとしてやっていく上では一つの理由。そんなことを聞かされたら欲しくなっちゃうっていう。歴史的な思いを背負えるシャツ。それはすごいな。そういったのもちょっとアロハシャツの楽しみかなっていう。そうなんですね。歴史と伝統のある国ですからね。王朝がねあった国なので、そういったところもアロハシャツの文化とこうリンクしてるっていうところも表現をできたらなと思います。深いですね。続いてこちらの柄になりますけれども、ちょっと触ってもらってもいいですか。これはね、もう見て光沢とかがねやっぱ違いますね。こちらはこちらは改めましてこの生地がシルクになります。シルク、絹ですよ、絹。そうですね。絹です。その当時もですね、日本からそのシルクにプリントされた生地っていうのはハワイに入っていましたので、プリントにもですね、日本っていうのはその当時技術もありましたし、でそれを輸出をしてハワイ輸出、生地を輸出して、でハワイのアロハシャツのブランドがそれをシャツにしてで販売をしてたんですけども、こういったオリジナルもね見つかるので、ぜひレプリカしたいという思いがこっちには出てくるわけですよ。シルクでね。でまたちょっとシルクっていうのは、レーヨンの素材とは全くこう特徴とかですね、また癖も違っていたりもするので、
例えばそのレーヨンをいつもやってくださってる工場にですね、これもお願いしますと言ってできるかというですね、またちょっとそこも違うんですね。なのでこういったシルクのプリントをする時にはですね、やはり普段からシルクのプリントをされてる工場さんに、もう専門がシルク専門みたいなのがシルク専門です。あるんですか？あります。なのでもうその当時からです。本当に昔からシルクを専門にプリントをしている工場ってまだ日本には残ってるので。残ってるんですね。やはりこの緻密な柄ですよね。すごいですね、これ細かさ。めちゃめちゃ細かいですからね。これ何年代ぐらい？50年代ですか？これも50年代で。はあ。このやっぱりシルクの持つ独特の光沢ですよね。そうですね。これはやっぱりシルクにしか出せない。これが実名で出してるんですか？はい、ハワイアンカジュアルズという。ハワイアンカジュアルズ自体はですね、ちょっとサンサーフの歴史の中でも初めての復刻するブランドなんですけども、今回はこのオリジナルがハワイアンカジュアルズによって作られていましたので、このネームをですね新たに作り直して復刻をしていますので、で柄がですね、伊万里有田焼小伊万里ですねのデザインが全面にこう、じゃこれお皿だったりするんですか？はい。これの絵柄がですねモチーフになってるっていう。でもなんかタイとかいたり。そうですね。いいですねこれ。これがおそらくやっぱりシルクの方がよりその当時のその小伊万里のデザインとか色合いとかっていうのが表現しやすかったんでしょうね。であえてシルクを使ってプリントをされているのではないかなと思います。もうねちょっとただのこうシャツとして扱っちゃいけないんじゃないですかこれは。そうですね。ちょっとアパレルというかそのシャツっていう域をもう出てますよね。そうですよね。もう日本のその伝統工芸の技術が全部ここに詰め込まれたみたいな。はい。まさにその通りだと思います。魂感じます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。いやこれはもうね僕はそうかこういうのもあるんですね。ありがとうございます。続いてこちらになりますね。これはもうちょっともう見るからにちょっとこう生地の雰囲気が違う感じがしますけれども、これはどういう生地ですか？これはですね、コットンなんですけどバーククロスっていうバーククロスはいバーククロス、50年代ですね。アメリカ特にアメリカ本土の方で爆発的に人気だった生地なんですけども、これが主にカーテンとかクッションカバーとかそう言われるとあれねって分かりますよね。同じものなんですか？それこそハワイのアンティークのコアウッドのソファーとかまさにそうです。あれとかこういうイメージですよ。ラタンの家具とかもうまさにそうです。あのソファーのクッション部分に使うような生地。あの生地です。すごいこう頑丈そうですもんね。だから頑丈ですね。もともとちょっとこの実名で復刻しているハタドライグッズというこのハタさんのところですね、いろんなものをアメリカ本土から船で運んできて、で日系人の方たちに必要なものをこう提供するっていう商売をされてまして、生地もですねたくさんアメリカ本土とか、日本からもそうなんですけども、生地もいっぱい運んできてまして、その中にこういった生地があったんで、これでシャツ作ったら面白いんじゃないかっていうのを畑さんが思ったんですね。それ50年代。50年代。で主にこのバーククロスって、50s のああいったこうカルチャー好きな方たちはって思うかもしれないんですけど、植物が多いんですよね。なんかイメージとしては葉っぱとか。でも動物ってあるんですけど少ないんですよ。これサギの柄なんです。ここに顔がこう、こっちに向いたわ。これ背中見ると分かるんですけどね、このサギの柄なんですよね。でこれアロハシャツの中でもバーククロスを使った半袖のシャツっていうのもすごく珍しくてですね、そういったところも希少価値が高くて、で時代的な背景といろいろなこうそういう要素がこの中には入ってるんですけども、生地ももちろんそうなんですけど、ちょっとこういったディテールでいくとですね、このサイドの
スリット。他にはない、やってないやつですね。これはもうテーラーメイドでこういったところも細かくですね作っていたりとか、あとポケットのガラスもそうですね。確かにこの辺りも先ほどと同じようにですね、このさぎの柄もこのパネルでこうプリントされてる柄なので、必ずここに来ますよね。来るようにですか。なので、フロントもそうですね。フロントもここで1パネル、ここで1パネル。同じようにやらないといけないですね。ポケットも必ずここで切らなきゃいけないですし、そういったところも踏まえてですね、この当時もすごくこう贅沢に生地を使ったシャツかなと思います。あとこのコットンの、なんていうんですかね、ちょっとザラザラした感じが逆に気持ちいいですね。クッションとかで使うような生地ですから、それは肌触りいいに決まってますもんね。まとわりつかないし、いい感じの生地ですね。これはちょっと厚めなんですけども、このザラザラっとした感じが夏でも気持ちいいかな。そうですね。旅感はちゃんとあるというね。思いますので、これでレーヨンのちりめんレーヨンシルクときてコットンでしょ。バーククロス。でも全く違う生地でそれを一着一着に合わせて作るってなかなかできないことですよこれ。なかなかね、その難しい部分はあるとは思うんですけれども、やはりその当時日本でねたくさん作られたアロハシャツ、その時の職人さんの心意気といいますか、そこはやっぱり自分たちが復刻する上で、そこはレスペクトとして、僕らが最大限できる努力っていうのをしていくことによってまた後世のアロハシャツがつながっていけばいいなっていう部分でやらせていただいてはいます。なのでこの柄で選んでいただくっていうのはアロハシャツのやっぱり醍醐味でもあるので、ついね柄とか色とかでね、そこはすごく大事なことだと思うんですけど、スペシャルエディション、こういったディテールにこだわったバージョンのものをこう着ていただいた時によりその所有欲といいますか満足感みたいなのが愛着も違いますよ。上がれば僕らが作ってる上ではすごくいい結果が出たのかなっていうふうには思えるので、もう一個一個のその美さ、もうディテールの違い、もちろん生地の違い、そうですね、もう触った感じの違い、全部楽しめるんで、これはねなんかスペシャルエディションで毎シーズンいろいろ出てきますけど、一個一個眺めていくとこれは多分またアロハシャツの楽しみ方がまたさらに一歩深いところへ、そうですね、まさに本当その通りだと思います。いけるんじゃないかなと思います。いや今日は勉強になりました。ありがとうございます。楽しかった。よかったです。ありがとうございました。